いろんな立場の人がいるわけじゃん。だから上を見て話さないと、こう海の狭間の部分が一番いろんなこう問題が起きている場所でもあり、美しい場所でもあるっていうか。所長がまあ400年続いてる伝統行事で、なんていうんだ、占うっていうか祈るイベント、五穀豊穣を祈る。自然が残ってるからこういったイベントが残ってるっていう感じで自分は思ってますね。侵略がずっと多い島で、島の人たちはやっぱりそれできつい思いをずっとしてきている島だと思うね。自然の良さ、人の心の良さも両方が、残ってる。ありがとうございます。海の狭間の部分が一番いろんなこう問題が起きている場所でもあり、美しい場所でもあるっていうか、それがもう自分の中でこうすごいこうビビってこう稲妻が走るっていうか、碇山雄生です。僕の生まれは日本の沖縄の上にある奄美大島に生まれました。だいたい自分で9代目、自分のこの碇山っていうのは。奄美はずっとこう何百年みんな、ね、何千年一緒に住んできた場所なので。山田さんは笠利でもずく漁と矛付き漁、魚付き漁で漁師してる漁師の本当大先輩で、自分がちょっと10代の頃に働かせてもらってたもずくの漁師のところで。いや僕は22から潜って50年前の海の環境、素晴らしさ、もう天と地と変わってる。景観のいいとこはどんどんもう買いあさってるんですよ。見ての通り向こうもホテル、あっちこっちは山をもう切り開いて、でそのホテル作るのがもう数箇所はっきりしてるんですよ。その工事をする時の赤土はどうしてもみんな海に流れていきますから、非常に海の状態が速いスピードでもう壊れていってるんですよ。だからそういうのを趣味として調べておきたいな。そういうもう漁にはもうあまり行く気しないです。もう獲物もいないし、
結局そこの海岸と目の前の海をプロテクトしたとしても陸地から悪いものが全部流れたら意味がないから、やっぱり自分たちが一番大事に思うのは陸地から海までのエリアを、一連のつながっているエリアをやっぱり守っていくっていうのが一番理想的じゃないかなって思ってるね。中学校。中学校じゃ大変な、これ奄美祭りよ、奄美祭り。中学生だろ。いや、この時はまだ純粋よ、あんた。サーフィンに出会ってないから。いや、これ野球部やめる前？野球部やめる前とか、サーフィンとかをやってない時時代だったから、こっちからだんだんと変わっていくのよ。野球やめますっつって何事か言って京都先生から電話が来て、あんたが逃げていってるの分からんで、だから県大会に勝つためにもどうか説得してくださいして京都先生とか遊んで、校長先生が説得させてくださいしてから何回学校呼ばれたと思う。その優先12歳の時にもうそれが波乗れる道具って教えてもらって、初めてこの太平洋側の海に危ないから行くなってずっとやれてたところにみんなで波乗り行って、それが一番も楽しかったのが、このハートのなんていうんだろう、言うんだけど赤い実が弾けたスパーン結構やりたいのをやってたかもしれない。潜りが好きだったから水中銃を勝手に使って魚突きったりやっぱりしてたから。でやっぱりこうお酒飲んでバイク乗って走り回ってめちゃくちゃしてたから、それでやっぱ警察に捕まったり、あとはサーフィン行ったり、もうそれが多すぎだよね。あとはやっぱり喧嘩したり。母さんは賛成しなくて、なんでここで高校卒業しとればまだよかったのにって欲が出たのね、お母さんはね。世間は絶対諦めてたねやっぱりたくさんいろんなところがホテルが建つ予定で、以前和田さんと一緒に調べたところっていうのが、まあ北の方から行くとまずこのエリア、我々がやっぱり団体を立ち上げたけど、一番最初にやった調査が陸地の調査、陸地のエリアを誰が所有しているのか。今からですね、那須の法務局に向かいます。海岸沿いにできる建設予定地のホテルの東京取りに法務局へ向かってます。この2つは当たりだね。そう、まさにこの土地2つっていうこと。自分が奄美に初めて来た、8年ぐらい前ですかねとはもう今は全然違う、そういう感じがありますね。ここの会社が開発して、ホテルが建つんじゃないかっていうところよね、はい、この会社をちょっと調べてみようか。そうだよ、これ沖縄の不動産会社だね。だから沖縄の不動産会社がやっぱりこう転売目的で買いに来てるの。結局沖縄でやってきたやり方で他の離島にどんどんこう幅を広げていって、で奄美に今度は来てるってことだね。宅地が売られているというよりも、今までであれば取引の対象にならなかったような土地も含めて、リゾート開発であるとか別荘用地であるとか、そういうところがこう売られるようになっていった。だけれども、計画は進んでいって、で、それを島の人が知るときにはもう計画はもうほとんど出来上がっていて、あとは建てるだけ。海の中を眺めてみると、そこは、ホテルの建設で崩された土砂でサンゴが埋まっていて、サンゴがみんな死んでいたりする。お邪魔します。よろ
からその上げるのに手伝って。先に上がだから奄美の場合はね、なんていうのかな、昔の湿地帯で植物がこう生きててね、自然のろ過装置になってたところが埋め立てられて、いきなり集落になって護岸ができて道路ができてみたいなね。そうするとそこにもうろ過装置ないわけよ。そうすると流れてきた赤土はもうどんどん溜まる一方じゃん。見た目はやっぱり海は綺麗だけど、やっぱり実際海の中で起きてることはこんなもん形になって、ここの2階でちょうど小さなこの穴が900個ぐらいあって、その間をブラシでこう掃除する仕事をほんと14歳15歳の頃やって、でもほんとそれがお金がいいから、もうそれで頑張ってお金貯めてサーフィンに行く、コンテストに行くための、バイトにしてたね。やっぱり一番のきっかけはこう今のほらひなことの出会いが一番でかかる。どこから行ったらいいかな。そんな感じでいい？そう。はい。こうやって同じ、サーファーのイベントに行ったんだよ。でひなこは初めてそういうイベントに多分行ったから、ひなこは東京生まれね。私は16年前に奄美大島に来ました。伝統工芸である大島紬というのを知って、その中で染める方法の泥染めというのに興味を持って、大学生の頃奄美大島に初めてに来ました。で俺一緒に行ったんだけど、どう声をかけていいかわからなかったからそうそのイベントでちょっと知り合いも少なかったし、外に一回休憩しに行ったら、サーファーってやっぱりみんなガンガン飲むし、みんなわーやるでしょ。優勢が出てきて島の踊りを一人で踊って汗びっしょりになって、わーちょっと記憶が曖昧だけど T シャツを全部こう脱いでわーってこう汗出してやばいだろみたいな変わった子がいるなと言って印象だったんだけど、そしたらもうすごく話しかけてくれて、ちょっとずつ一緒に過ごすようになって、優勢の周りにはいつも笑いがあって、周りの人をすごく大事にする心があって、あの時はもう私たちはお店をしていて、で優勢はプロサーファーとして日本の大会に回っていた頃だったんですけど、優勢のホームポイントである手広の護岸工事の話が出てきて、最初は知らなかったんだけど、手広は本当に奄美の中で一番のスポットなメジャーな場所で、みんなのなんて言うんだろう、若い頃からの登竜門みたいな、みんなが手広でサーフィン始めて、まずそもそもその護岸工事の初めのなんて言うんだろう、計画書っていうのが町役場の中でもう動き出してて、でもその動き出してたことを自分にリークしてくれた人がいて、計画書をやっぱもらった時はやっぱり絶望的っていうか、今目の前で見てる綺麗な浜がコンクリートに変わるってなった瞬間、やっぱりゾッとしたっていうか、
ここから向こう全部見る限りすごい長い距離のこの海岸が自然のままで残ってる浜ってなかなか奄美にないんだよね。ここではしっかり住民説明会を3回開いて、住民の人たちと話してたのがやっぱり作りたい人たちと作りたくない人たちとも小さなコミュニティだから身内だったりもするから絶対対立がないように、工事を進めてる側は本当に自分が野球部だった時のキャプテンのだから一個上でもうずっとね保育所から一緒だった先輩だから、そこでぶつかり合ったら奄美では一度喧嘩してしまうと3世代とか言うからさ、なかなかそれはできない、その中で自分たちがやれる行動っていうのを早く取って動いて、その前に WSL をやってたから全国にプロサーファーの仲間もいたしつながりがあったから署名活動をみんな呼びかけて、そういったのを作る時間で普段使わないことを普段考えないことをたくさんいっぱい考えて、すごい大変な活動だったね初め。もうね本当に寝る時間もなく疲れ、家でちょっとでも一瞬があったらゆっくり倒れて、で最後はこんな言ってはあれなんだけど、最後は役場に突撃、署名持ってメディア全員連れて木梨町長室に行ってドーンってさあ町長はもう作りませんって言ってくれて、手広がきっかけがファーストステップだよね。それからやっぱり自分がこう行動を起こして何かこう環境を守れるっていうことがすごい後からこう感じてきたけどね、最初はやっぱり必死だったから、一人じゃできないしみんながいるからできたことだけど、護岸を作るんではなくて綺麗な駐車場にしたりとか快適なトイレシャワー室を作るとか工事をすることもできたので、結果対立せずに人の仕事を奪うこともなくとても良かった。世界自然遺産になって2018年にその登録されて、いろんなたくさん注目を浴びて奄美も自然遺産が始まってからちょっとこうその速度が汚れていったり悪くなる速度を歯止めにはかけたことにはなると思うね。ネディこの団体を立ち上げた理由っていうのは名前のまずは説明からしたいんだけど、ネディっていう言葉は奄美の南の方の漁師の言葉で、リーフエッジもしくはもう少しこの沖の方の浜に近い部分のエリアの海のゾーンのことを方言でネディっていう。今まで自分がこう一個人としてこう訴えたりこう何かをこうなんていうんだろう伝えたりするっていうのにやっぱり力不足。ただのプロサーファーっていう存在のサーファーがこう声を上げて言うっていうよりは、しっかりしたやっぱり団体があって声を上げるっていう重み、何かに対してこうノーって声を上げるのは意外に簡単だと思う。みんなで手を取り合えるようにするっていうところの難しさっていうのがすごい今も大変だけど、いやもう今言ってる話でもすごい全部やっぱり自分はもうビラビーチ、ビラビだよ。いろんな立場の人がいるわけじゃん。
だから上を見て話さないとこう、島のこのあるべき姿、こうなったらいいねっていうのをまずもう掲げて、そういった風にやっぱやっていって、みんながこうバラバラっていうよりも手取りやっていかないと、どうしてもこう島の中じゃ残していけないというか。形あるものをもう残したいってみんなは思うだろうけど、やっぱり自分たちは一度その目の前のサーフスポットを失いかけたっていうか、やっぱお金で買えないやっぱりものの大事さは子どもたちに伝えたいっていうのがあるから、そこがやっぱりもっとこう父親になって増したい。